こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラスト秘伝技ということで、とっておきの秘伝技を5つ紹介していきます。結構ね、イラストって上達のためにはデッサンが大事、基礎が大事、もう全部大事ってね、いろいろ面倒なこと言われると思うんですが、でも結局どこを意識したら本当に上達につながるのって初心者の方なら特に困ってしまいますよね。僕はプロのイラストレーターを20年続けていますが、その中で様々なイラストを目にしたり、添削させていただくことがあります。そうすると、またこの問題だ。またこのパターンかってね、ある程度パターン化された問題っていうのがあって、そこを修正するだけで圧倒的に上手くなっちゃう人ってたくさんいるんですね。非常に惜しいんです。なので今回は人気シリーズ、気まぐれ添削の中からいくつかの作品を紹介させていただき、いろいろな絵に共通する、ここを意識したら絶対に上達しちゃうっていうイラストの秘伝技5つ紹介していこうと思います。この動画を見ていただくだけで短時間でイラストを上達させるためのポイントをたくさん摂取していただけるので、周りの人と差をつけるヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。髪も顔の一部だと捉える。まず最初に紹介したいのは、おそらくこう捉えている人少ないと思います。髪も顔の一部だと捉えるということです。どういうことなのか、こちらのイラストをご覧ください。これは原神のナヒーダちゃんというキャラクターのイラストですね。原神のキャラはね、結構装飾品が細かく描かれていて、ファンアートを描くのもすごく大変なんですが、このイラストはですね、そういった装飾品にも手を抜かず、細部まで綺麗に描かれていて、すごく美しく仕上げられています。ただね、プロの目から見ると、なんかパッと見の印象が別人というか、特に顔の印象が違うように思えました。なので僕はこのように添削させていただきました。もちろんね、他の部分も色々修正してはいるんですが、今回は特に髪のシルエットに注目してみてください。特に耳の下の部分の髪の毛の印象に着目すると分かりやすいと思います。添削前は赤いお椀型の下に青い部分、細いね、ツンツンが飛び出しているような印象のシルエットになっています。ですが、ナヒーダちゃん、元のキャラクターを見ていただくと分かると思うんですが、見た目がね、幼くて、ちょっとこう柔らかい、丸い印象のキャラクターなんですね。そういった印象を引き出すためには、丸っこいイメージというのが実はすごく重要です。添削後のシルエットに注目してみましょう。赤いお椀型の下に、青い部分に注目。さっきはね、ツンツンした細い毛束がぴょんとね、飛び出しているように見えましたが、添削後は先っぽを丸くしつつ、全体の毛束を太くして、髪を包み込むようなシルエットに修正しました。シルエットだけを表示するとさらにわかりやすいかもしれません。ほら、印象、全然違うでしょ。顔をうまく描こうとすると、どうしてもね、顔の中身、目、鼻、口をうまく描こうとしちゃう人は多いんですが、実はね、それ以上に髪の毛の印象でもキャラクターの印象はものすごく左右されちゃいます。目、鼻、口はね、誰でも気をつけるんですが、ここを気をつける人って皆さんの周りでもそんなにいないんじゃないですか。そんな中、あなただけがこれ知ってたら、それだけでね、めちゃめちゃ周りに差をつけられると思います。めっちゃお得なポイントでしょ。でね、髪の毛意外に大事なので、もう一例挙げさせていただきます。こちらです。こちらもね、すごく透明感があって魅力的な表情が描けている男性のイラストです。全体的によく描けているんですが、特に顔周りにちょっとメリハリが足りないというか、少しのっぺりとした平らな印象になってしまっていました。なので僕はこのように添削させていただきました。このイラストの場合には、僕はほとんど髪の毛しかいじってないですね。ですが、すごく印象が強く、メリハリがあるイメージに変化したのがお分かりいただけると思います。さっきのね、ナヒーダちゃんの時には、シルエットを意識してという話でしたが、今回の場合は、陰影ですね。添削前は、なんとなくぼやーっと滑らかな陰影がついた部分を、添削後はパキッと、ここから影だから暗くする。ここからは光が当たって明るくなるってね、明暗の色分けをしっかりパッキリしました。修正したのは髪の毛だけなのに、見比べると顔の印象まではっきりしたように見えませんか？いかがでしょうか？今回はね、メリハリをつけるっていう方向性での添削だったのでこうしましたが、切りかかったようなね、幻想的な印象にしたかったら逆をすればいいっていうことも言えると思います。このように髪の毛の印象は実はキャラクターの顔の印象に密接に関わってきます。なかなか顔がうまく描けないと悩んでいる人がいたら、それはもしかしたら顔そのものというよりも髪の毛がうまく描けていないからかもしれません。ここはね、ものすごく大事なポイントなので覚えておいてくださいね。シワで
大人っぽい雰囲気を醸し出す。はい。次のポイントなんですが、絵を描いていて、なんだかちょっと子供っぽい絵になっちゃうんだよな。なんか稚拙な表現になってしまうっていうか、もっと大人っぽい絵にしたいのに、って思うことありませんか？意図的にね、子供っぽい絵を描いているならいいんですが、意図せずに子供っぽい絵になってしまうと、なんか自分の精神面が子供っぽいことが見透かされちゃったような感じがして、少しね、恥ずかしいですよね。これね、僕もよくあったのでわかるんですが、それ別にあなたの精神面が子供っぽいからというわけじゃありません。今から言う2つの点が意識できていないだけなんです。まず1点目は、シワです。シワが描けていないと、絵ってね、子供っぽく見えちゃうんですね。例えば、こちらのイラストをご覧ください。バックに彼岸花が印象的に添えられた、黒が素敵な女性のイラストなんですが、演出の大人っぽさの割に、ちょっと子供っぽい感じが、僕としては気になってしまいました。なので僕は、このように添削させていただきました。はい。いかがでしょう？ちょっとね、目つきをきっと釣り目にしたとか、いろいろあるんですが、注目すべきは、服のシワですね。添削前のシワの描き方は、表面的なシワの凹凸ばかりを追ってしまっているために、服が包んでいる中身、体の形状までをあまり想像できずに、表面的なものになってしまっていました。添削後を見ていただけるとわかると思うんですが、はい。細かいシワもついてはいるんですが、その前に、まずは胸の上の部分が明るくなって、で、胸の下の部分からお腹にかけては、上の面に比べて暗くなっている。といった風に、大きな立体感、その関係性の中でシワがついているのがお分かりいただけると思います。はい。シワをきちっと表現できるようになると、表現の稚拙さが消えて、大人っぽい絵に格上げされるような感じがするので、絵柄の子供っぽさにね、悩んでいる人はぜひ、シワの描き方、意識してみてください。もう一例見てみましょう。こちらのイラストです。こちらのイラストはですね、もうこの時点で特に言うことがないぐらい、自分の表現ができているイラストでした。線がね、スラスラーっと気持ちよく走っている感じとか、ものすごく小気味いいイラストですよね。ですが、線の巧みさとは裏腹に、少しね、塗りが適当な感じが気になりましたので、もしかしたらこういうのもいいかもっていう一つの可能性としてね、僕の添削例を提示させていただきました。はい、ドン。ポイントは、シワを描き足したことです。添削前は、軽い陰影はついていたものの、シワがあまり描かれていませんでした。あえてね、そうしていたのかもしれませんが、僕はそのふわっとした陰影を、しっかりと影の陰影に落とし込んでみました。どうでしょう？影を描いたことで、キャラクターの立体感、存在感がぐぐっと増した感じがしませんでしょうか？この添削ではね、顔のバランスや目つきなど全く変えていないにもかかわらず、シワの陰影を追加しただけで、絵が持っている説得力がアップして、なんとなく大人びた表現というか、対象年齢が上がった感じがすると思います。はい。このように、シワを描くことで、絵に大人びた雰囲気をまとわせることができちゃいます。自分の絵なんだか子供っぽいんだよなって思ったら、解決方法は意外と簡単。シワを描いてください。それだけであなたの絵から稚拙さが消えて、大人っぽい印象に変化すると思いますよ。頭身を上げる。はい。そしてですね、絵柄の子供っぽさに悩んでいる方の場合には、もう一つ簡単な方法があります。さっき言った二つ目の方法ですね。それが、キャラクターの頭身を上げるってことです。こちらのイラストをご覧ください。ブルーアーカイブのゆうかちゃんのイラストです。ポージングもね、こだわりを持って描かれていて、目線もちょっと鋭くこちらを睨んでいるような感じで、キャラクターの魅力をよく捉えられている作品なんですが、このイラストもですね、どことなく子供っぽい感じが気になっていました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。いかがでしょう？背景などもね、もちろん変わっているんですが、大きく変わった点としては、やっぱり頭身です。顔を小さくしたってことですね。それだけでそんなに変わる？って思うかもしれませんが、はい。変わるんです。特にキャラクターを描きたい人は、これ気をつけてほしいんですが、人間ってどうしても顔に興味があります。顔に興味があるのでどうしても、顔描きたい顔描きたいって強く思うあまり、顔がね、もうでかくなっちゃうんですよ。で、その結果、自分が思ったよりも顔を大きくしちゃうので、頭身が低くなってしまって、子供っぽい頭身バランスになってしまい、で、絵が出来上がってみると、あれなんか子供っぽい絵になっちゃったな。ってなっちゃうことが多いんですね。でね、この頭身低くなっちゃう問題って立ち悪くて、描いている途中は自分でも夢中になってしまうので、意外とですね、自分では気づけません。でもね、周りは敏感にその違和感に気づくので、そこでね、自分的にはよく描けているはずなのに、なんか周りから評価されにくいなっていうギャップにつながりやすいのがこの問題なんです。はい、もう一パターンあげます。さっき紹介したナヒーダちゃんのイラストですね。はい、実はですね、これも微妙に頭身を上げています。添削後の方が顔を小さく
しているってことですね。ナヒーダちゃんの場合には、もともとキャラクターが幼い顔つきなので、頭身低くしても構わないと思ってしまいがちだと思うんですが、それでもやっぱり顔を大きく描きすぎてしまって、違和感に繋がってしまいやすいことが、これを見てもわかると思うんですね。はい。肝に銘じてください。あなたはきっと顔を大きく描きすぎています。いやいや、自分はそんなことない。ちょうどいい顔の大きさで描けてるはずだよ。って思いましたか？いいえ。絶対でかくなっているはずです。少なくとも一度自分を疑ってみてください。それだけでかなり絵が変化すると思いますよ。輪郭がキャラクターのイメージを決める。はい。次はですね、結構簡単なポイントです。キャラクターの印象を良くするために、すごく重要なポイントとして、輪郭を大事にしましょうね。という話です。こちらのイラストをご覧ください。水に浮かぶ美男子。髪の毛もね、サラサラとかけています。水に漂う髪の毛の表現も素晴らしいですよね。美しい表現ができています。ですが、これね、あんまり悪く捉えないでほしいんですが、僕から見ると、ちょっとこのイラスト、ギャグっぽく見えてしまいました。はい。どういうギャグなのかというと、例えを出すと、学園ハンサムがわかりやすいでしょうか。これね、美少年を描く絵柄の癖を大げさに描いて、それをね、いじり倒すような表現が、世の中にはあるんですけど、もしね、そういう作品が世に出ていない時代だったとしたら、まだ成立していたかもしれませんが、もうすでにね、学園ハンサムをはじめ、そういう作品がある以上、ことさらに顎がとんがっているような作品を出そうもんなら、即座にそういう作品がフワンフワンと頭の中に浮かんでしまって、ふふってね、思わず笑っちゃうような、そういうギャグとして見えてしまう場合があるんです。もちろんね、この絵を描いた作者さん的には、絶対不本意だと思うんですよ。描き方的にね、この絵がギャグとして描かれていないのは明白です。きっと真面目にね、自分の中の理想的なイケメン像を表現しようと、こういう風にね、描いていると思うんです。それゆえに、自分が表現したいものと、世間での捉えられ方に傷ついてしまいかねませんので、これはね、気をつけてください。特に輪郭、顎です。顎がね、もうとんがってると、絶対ギャグに見えていじられますから、そういういじられ方は絶対してほしくないっていう場合には特にですね、あまりにも人体とかけ離れたような顎の形状は避けましょう。はい。あなたがもう真面目に描いていれば描いているほど、周りはね、この違和感、突っ込んでくれない、というか、もう突っ込みにくいので、もう引き返せないところまで行くぐらい、こじらせてしまう可能性もあります。はい。注意してみてくださいね。ネガティブな中にポジティブを見つける。はい。そして本日最後のポイントです。イラスト上達秘伝技。5つ目のポイントは、今日一難易度が高い技をあえて紹介したいと思います。それは、ネガティブな中にポジティブを見つけられると、あなたの表現の格が数段上がるよ。ということです。はい。言葉で言われても何のことか分かりにくいと思うので、実際にご覧ください。こちらのイラストです。はい。添削前の作品は、背景がすごく吹雪いていて、数メートル先も見えないような吹雪の中で寒さに耐えながら、寒ーってね、投稿している姿の女子高生のイメージでした。なんとなくね、物悲しいような、寂しいようなイメージのイラストです。そういう風景を描こうと思ったんだからしょうがないじゃんって言われたらそれまでなんですが、人物の艶っぽい描き方に比べて、背景の描き方のね、ちょっとあまりにも寒々しい表現があまり良くない意味でギャップを感じてしまったんですよね。どこかキャラクターと背景でちぐはぐな印象というか、違和感がありました。こちらのイラストはね、高校生が描いた作品なので、もうそれを考えるともうすでにね、かなり高いレベルで人物も描けていますし、言うことなしなんですが、僕はあえてこの方の伸びしろを信じて、このように添削させていただきました。はい。もうですね、僕がこの添削を通して作者さんに伝えたかったのは、うまいとか下手とか、もうそういう次元じゃないです。僕が伝えたかったのは、ネガティブな中のポジティブを見つけてほしいってこと。つまり、寒じゃなくて、ねえもう今日も寒いね。だよね。という風景。そういうね、実感を書いてみてほしいってことなんです。考えてみれば、寒さに限らずとも、そういうことってありませんか？例えばね、肉体労働をしている炭鉱夫たちの、疲れた。じゃなくて、いやー今日も疲れたぜ。疲れた。だったり、あとはもっとファンタジーな状況でも、ダンジョンとかでやっとありついたモンスターの肉。料理してみたけど、まずっとかじゃなくて、なんじゃこりゃクソまずっ
俺たちはこんなもののために躍起になって探索してたのか。傑作だみたいな。なんかそういうネガティブな中のポジティブって、より生々しい表現というか、その人にしか書けない表現になりやすいです。このイラストの作者さんはね、雪国出身の高校生ということもあったので、僕は絶対この人なりの視点があるんじゃないかって思うんですね。それを意識的に探し出せるようになると、ただでさえうまい絵が誰も追いつけないぐらい素晴らしい表現に、あなただけの表現にレベルアップさせることができちゃうと思います。結構難しいポイントなんですが、ぜひね、チャレンジしてみてほしいです。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は途中ね、顔のデフォルメ表現についても言及しました。でもね、デフォルメって結構難しくて、どこまでやったら変に見えるのか、どこまでがちょうどいいのか、かっこいいのかってね、よくわからなかったりすると思うんですよ。で、なんでそれがわかりづらいのかっていうと、デフォルメの大元の意味、なぜそのようにデフォルメするのかが、いまいちつかみきれていないから、曖昧だからっていうのがあると思うんです。はい。そんな時にはこちらの動画、初心者必見。知ってる？デフォルメのやり方は3つあります。をご覧ください。こちらの動画を見ていただければ、デフォルメのやり方や意味を知っていただけて、自分らしいイラスト表現をするための安定した土台を作っていただけると思いますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。